はい、どうも時丸です。今日は使ってるカメラの紹介をしていきたいと思います。今使ってるのが、こちらになります。はい、ライカの SL2S という、モデルになります。ミラーレスカメラです。で、これまで僕ちっちゃなカメラが好きで M 型をずっと使ってたんですけど、ちょっと動画も撮れるっていうハイブリッド機になっているので、それで、こちらに乗り換えてます。はい、でスペックとか、その辺はもういろんな動画で紹介されてると思うので、今日は、仕事でも生活でも、使えるポイントですね。ポイントと、あとは設定ですね。簡単な、撮影のグラフィック撮影の設定を紹介したいと思います。はい、でまずこうセッティングっていうかつけてるレンズなんですけど、これM 型のレンズをつけてます。で、基本的に SL 用っていう、このミラーレス用のレンズもあるんですけど、僕スチール撮るときはこのコンパクトなちっちゃなレンズが好きで、軽くしたいのでこのちっちゃなレンズを使ってます。それでですね、ボディに見えますかね、アダプター M レンズと L レンズのアダプターがあるので、それを介して、M レンズをつけれるようになってます。はい。で、気に入ってるポイントなんですけど、まず一つ目は様々なアスペクト比が使えるってことですね。で4対3のトリミングが使えたりします。で、大体どのカメラにも比率を変えて撮影できるっていうのはあるんですけど、これの場合は4対3にするともうファインダーの見え方とかがそのまま4対3の比率になるので、結構人物撮影とかウェブで使うような商品撮影とかですね、そういう撮影では割と2対3の普通の写真の比率で使うってことがほとんどないので、あらかじめ、納品するようなアスペクト比で撮影した方がかなり仕上がりが近くなるので、その辺がすごく便利かなと思ってます。それから2つ目はですね、これ動画の部分になるんですけど、ログ撮影ができるっていうことです。で、10ビットで、撮れるので、かなりクオリティの高い動画撮ることができます。はい。はい、で今までもずっと僕フィルムの頃からM 型ばっかり使ってて、ライカって写真っていうもうイメージがついてたと思うんですけど、これ多分中身がパナソニック、あたりが入ってるので、ちょっとその辺のテクノロジーと融合してる感じ、雰囲気とか質感とかこういうデザインとかっていうのは、そのままライカの感じなんですけど、こう中身は結構最新のミラーレスカメラみたいな感じになっています。はい、で、使いやすいです。で、それから3つ目ですね。3つ目は、これも当たり前のことなんですけど、SD カードが、デュアル、2枚入るってことです。はい、これ今までの M 型で結構2枚入れれなかったので、この2枚入れれるっていうのは仕事で使う時にはかなり重宝する部分です。はいはい、それから4つ目なんですけど、デザインですね。このミニマルなデザイン、もう本当にボタンの数とかも少なくて、かなり扱いやすいようになってます。はい、でさらに僕そんなに設定変えないんですけど、このボタンに何も文字が書かれてないっていうところで、ほとんどのボタンを自分の好きな設定にカスタムすることができます。例えばこの手前の部分をホワイトバランスの設定にしたりとか、
どこに何を割り振るっていうのを自由に設定できるので、自分の撮影スタイルに合わせて、いろんな変更ができるようになってます。はい、続いて設定なんですけど、まずですね、M レンズをつけた前提で話をします。はい、このマニュアルレンズになりますね。なので、フォーカスもマニュアルになりますし、この絞りもマニュアルで設定するようなセッティングになります。はい、まず設定としては、マニュアルモードとこの絞り優先アパーチャーモードがあるんですけど、絞り優先の方にします。 A の方ですね。そうすることによってこの絞りによって自動的にシャッタースピードを調整してくれます。なのでだいたい近い適正な露出で撮ることができるようになります。はい、A のモードにしたら次はですね、ISO ISO 感度をオートにします。はい、ISO 感度をオートにすることによって、先ほどのこの絞りによってシャッタースピードを調節してくれるんですけど、この絞りを外れた、これじゃちょっと露出が間に合わない時とかは、これ今かなり絞ってる状態なんですけど、11とかまで絞るとこの ISO 感度を勝手に上げてくれます。640とか1000とかですね。なので、シャッタースピードが100分の1にこれ最低で固定されるので、手ぶれを防げるような値になってて、でそれで、絞った時は ISO によって露出を調整するようにしてくれます。なので、この A にして、ISO をオートにするともう完全にフルオートみたいな、もうどんな状況でも撮れるような設定になります。だからピントさえ合わせればいいって感じですね。はい、でもう一つポイントがあって、メニューからですね、このオート ISO セッティングっていうのがあるんですけど、でこれで最大の ISO を設定できます。で今6400になってるんですけど、結構高感度がSL2S 強いので割と上げることできるんですけど、だいたい僕は6400ぐらいにしてます。はい、でこれあまり上げすぎるとノイズ出てしまうので、リミットをですね6400にしておく。そうすることによって、このオート ISO の限界が、6400までっていうことになります。そうすると夜中とかですね、暗いシチュエーションで撮影するときは6400までしか上がらないので、絞りを開放にしてなるべくノイズを出さずに撮影する。その時は、今度ここオートなのでシャッタースピードが遅くなるんですけど、ブレてもいいっていう考え方になるんですけど、それはちょっと写真論的な話になってくるので、また別の動画でできたらなと思います。はい、セッティングに関しては以上です。はい、それからどのような絞りで撮影しているかなんですけど、結構 M レンズは、これズミクロンの 50mm なんですけど、結構改造するので、この浅い絞りで大丈夫です。はい、2とか4とか、5、6まで絞れば十分かなって感じがします。ただ例えば日中の晴れた外のスナップなんかでは、ゾーンフォーカスが使えるので、絞りを8にして、であとこの距離をですね、3メートルから5メートルの間にしておくと、これちょっと分かりづらいんですけど、分かりますかね。この下のメモリが絞りになってます。だから8に設定したときはだいたいこの3メートルから10メートル近くぐらいまでピントが合いますよっていう意味です。でこれはレンジファインダーでよく使われる手法なんですけど、SL でも効きます。
使えるので、ノーファインダーで撮ったりとか、あと例えば構図とかだけを気にして、あとはもう自由にバンバン切っていくっていうことができるようになるので、そうですね、日中で晴れた日なんかはもう絞り込んで、バンバン、外で撮っていくみたいなことができます。映るんですみたいな感覚でこう遊ぶこともできるので、あと例えば子供とかに撮れない人とかに持たせるときとかも、大体こうゾーンフォーカスの設定にしてあげると、何でもバンバン撮れちゃう。マニュアルレンズなんですけどピント合ってるみたいな状況が作り出せるので、おすすめです。はい、大体そんな感じです。今日の動画は以上です。ちょっとまた最近ハイキング行けてないんですけど、山の動画とかも上げていきたいと思うので、よかったらチャンネル登録もお願いします。ありがとうございます。